アニョンセヨ、プロビューティーカウンセラーのナインです。韓国からお届けしております。今日はですね、お待たせいたしましたっていう感じなんですけれども、よく目の下のクマの隠し方についてすごくたくさんご相談を受けまして、今回はね、そちらをご用意させていただきました。で、この方法でやれば、クマに関わらず、ニキビだったりとか、どんなものも隠せるし、例えば目の下のクマってコンシーラー使うとすごく汚くなるとか、うまく隠せないとか、もうクマがひどくてうまくいかないっていうお悩みもね、すごいたくさんいただきまして、今回私がご紹介する方法は、どんなものも超綺麗にカバーできますので、色の選び方だったりとかもすごく詳しくご説明させていただきますので、最後までしっかりとチェックしてください。그럼 시작해볼게요。まずコンシーラーだけでうまく隠せないところはですね、あるアイテムを使います。それがじゃーん、コントロールカラーです。最近韓国ではこのデイジークのプロコンシーラーパレット、こちらが人気でして、私もオリーブヤングでゲットしました。2カラー出ているんですけれども、1番のカバーというお色味を選んでます。はい、コンシーラーだけで隠せないところは、このコントロールカラーを使うことによって完璧に綺麗にカバーすることができます。で、クマもですね、いろいろなタイプがあるのね。で、そのタイプによって色の選び方だったりとかが全然変わってくるので、そこも詳しく説明します。で、なんでコンシーラーだけで隠せないかっていうと、隠そうとしているそのもの自体がとっても色味が濃かったりすると、コンシーラーだけで隠すことは難しいんですよね。例えば、すごい赤いニキビとか、濃いクマだったりとか、下の色がどうしても濃いから、コンシーラーだけで隠そうとすると、どんどん厚塗りになってしまって、隠せないのにもかかわらず、厚塗りで汚くなるみたいな、そういう状態が起きるんですね。で、そういった時は、この補色を選んでいきます。補色っていうのは、多分色の勉強してる方はパッと浮かぶかなって思うんですけど、色相関で正反対に位置する関係の色の組み合わせのことですね。例えば、赤の反対色は緑っていう感じで、正反対の色を選ぶことによってそのもの自体の色を消すことができます。じゃあ部位別に何の色を選んだらいいかっていうのを説明させていただきますね。じゃあまずクマ以外もこちらは使えるので、いくつかちょっと挙げさせていただきます。まずくすんだ場所っていうのは茶色い部分だったりとかグレーっぽくなっている部分、例えば結構口周りとか茶色くなる方が多いかなって思います。そういうくすんだ部分に関しては、ここで当てはめるとピーチカラーを使えます。この中だとこういうお色味とかこういうお色味ですね。肌が明るめの方は明るめのピーチ、暗めの方は暗めのピーチっていう感じで選んでいただくといいかと思います。次、ニキビとか赤い場所、赤い色の反対色は緑って言いましたよね。この緑か黄色を選ぶようにしてください。肌が明るめの方はイエロー、肌が暗めの方はグリーンを選んでください。なんでかっていうと、ちょっと肌が明るめの方がこのグリーンを選んでしまうと、逆にくすんで見えてしまったりとか、結構浮いて見えてしまうことが多いので、肌のお色味に合わせて色を選ぶようにしてください。次、へこんだ部位、例えば私もそうだけど、このこめかみのあたりちょっとくぼんでるよね。あとはよくあるのが目の下のくぼみとかほうれい線だったりとか、そういうくぼんでいる部分、そこはイエローもしくはピンクを選んでください。これよりね、もうちょっと明るめのピンクの方がおすすめです。イエローはどちらかというイエベさん、ちょっと顔が黄みがかってる方、ピンクはブルベさんが選ぶといいかなと思います。次、青い部分、例えば眉毛を剃った場所の青くなってる部分だったりとか、男性だとヒゲの部分、青ひげの部分だったりとか、あとは結構皮膚が薄い方、もう皮膚が薄くて血管が出てる方とか、そういう青い場所に関してはピーチカラーだったりとかオレンジ系のお色味を選ぶようにしてください。はい、じゃあここでコントロールカラーのお色味の選び方をご説明させていただきました。ではここでですね、このコントロールカラーの使い方のポイントがあります。本来であればもうファンデーション仕上げて、このコントロールカラーを使った後にコンシーラーっていう感じで通常は使っていくと思うんですね。だけど考えてみて、ファンデーション塗りました、コントロールカラー塗りました、コンシーラー塗りました、この3段階を重ねてるわけよ。そうするとどんどん厚塗りになるっていうのが想像できるかなって思うの。厚塗りになるとどういう現象が起きるかっていうと、もう言わなくてもわかると思うけど、崩れるし、どんどん重ねていくことによって汚くなるよね。なのでここでのティップはですね、コンシーラーとコントロールカラーを混ぜて使
使います。なんでかっていうと、一個一個の手順を踏んでいくことによって分厚くなるので、もうここはあえて混ぜて使っちゃう。そうすることによってもうこれでワンセットになるから分厚くなるのを防ぐことができるの。さらにこれを混ぜて薄く重ねていくことによって自然にナチュラルにカバーすることができます。ではですね、一番多かったお悩み、今回のメインでもある目の下のクマですよね。クマにも種類があるので、その種類によって選ぶ色だったりとかが変わってきます。大きく分けて3種類あります。まず1つ目は色素沈着タイプ。よく目をこするタイプの方は目の下が結構茶色くなっちゃってる方、あとはちょっとグレーがかってる方、そういう方は色素沈着タイプに当てはまるかと思います。その方はピーチ系だったりとか、お肌が暗い方はここら辺のお色味を選んでいただくといいと思う。肌が明るい方はここにあるよりもうちょっと明るいピンク系のコントロールカラーを選んでいただくのがおすすめです。じゃあ2つ目、これもね結構あるんだけど、脂肪が出てるタイプ、眼下脂肪、または目の下がくぼんでいるタイプ。ここでちょっと医療系の話になっちゃうんですけど、目の下のクマっていろんな種類があって、脂肪タイプっていうのは目の周りの筋肉が緩むことによって目の下のこの脂肪、眼下脂肪っていう脂肪が飛び出してしまうのね。それがクマになってしまっているんだけど、そういった方は同じくこういうピーチ系のお色味とか、肌が明るい方はもっと明るいピンクとかでもいいと思う。脂肪が出ているタイプとか目の下がくぼんでしまっているタイプの方は、まず目の下がどうしてもくすんでいるので、こういう明るいピンク系のお色味でちょっと明るく、目の下を明るくさせないといけないのね。なのでこういう色を選んであげます。さらにもう一つ用意するアイテムがあります。自分の肌より3号以上明るいコンシーラーを選んでください。私はですね、セフォラでゲットしたんですけど、セフォラが結構色のバリエーションが豊富で、私はこちらをゲットしました。どんなブランドでもいいと思うので、自分の肌より3号以上明るいコンシーラーを用意します。はい、じゃあ3つ目ですね。これもよくあるかな。血行不良タイプ。血管タイプとしましょう。私もそうなんだけど、目の下が赤かったりとか紫だったりとか。なんでかっていうと、目の下ってすごく皮膚が薄いところなのね。なのでそのため血管が透けて見えてしまっているの。結構こういう涙袋まで赤い方とか多いかなって思います。はい、で赤は何を選ぶって言いましたっけ？こちらのイエローを選んでください。肌が暗い人はグリーンを選んでねってさっき言ったと思うんだけど、目の下に関しては結構ね皮膚が薄いっていうのもあって不自然に見えたりとか、逆にかなりくすんで見えてしまうので、もう肌色問わずこちらのイエローを選びます。肌が明るい方はもうちょっと明るいイエローとか選んでもらってもいいと思います。さらに2番目の脂肪くぼみタイプと同じく3号明るいコンシーラーをプラスで用意してください。コントロールカラーと3号明るいコンシーラー、そしてこれとまず混ぜるために通常のコンシーラーを用意します。通常のコンシーラーは自分の肌トーンに合うものを選んでください。これはねやっぱお店に行ってチョイスするのがいいと思うんですけど、ちょっと後ほどまた詳しく説明するんですが、3色くらい自分の肌に合いそうだなっていう色を選んで頬のあたりにこうのせていきます。で、一番浮かない色、馴染んで見える色っていうのが自分の肌トーンに合った色になるので、そのコンシーラーを選びます。で、コンシーラーもこれはねリキッドタイプのよくあるこういうコンシーラータイプになってるんだけど、もう一つ固形タイプのコンシーラーがあると思うのね。私はですねこのリキッドタイプがおすすめ。なんでかっていうと、固形タイプのクリームコンシーラーっていうのは技術がないとどうしても厚くなりやすいの。目の下ってどうしても小じわとかがあるから、それがコンシーラーが目の下に挟まるわけよ。汚くなりやすいんだよね。あとはどんどんコンシーラーが浮いてきてしまったりとか、そのため目の下ってシワが多いので、固形タイプのコンシーラーは扱いづらいんだよね。なのでこのリキッドコンシーラーの方がおすすめ。どうしても固形タイプよりカバー力は落ちるかもしれないんだけど、浮きにくいしメイクが厚くなりづらいの。なのでまずはリキッドタイプがおすすめです。あとはブラシを用意してください。メイクはね本当に道具が大事なの。もう何の道具を使うかっていうのがとっても重要になります。コンシーラー専用のブラシを用意して、これよりなるべくもうちょっと細長いやつの方がいいかな。細長めのものの方が使いやすいかと思います。後で紹介するんだけど、もっとちっちゃいブラシも2本ぐらい用意しとくといいと思います。目の下に関してはちっちゃいブラシでいいんだけど、さっき言ったニキビだったりとかくすんだ場所とかくぼんだ場所とかはこういうちょっと大きめのブラシの方が使いやすい。あとシミとかそういうのに使うっていう方はちょっとねこれをもうちょっとね細長くしたものがおすすめです。はい、ではですね早速目の下のクマを隠していきましょう。
ゴーゴー。クマのタイプは3種類あるとお伝えさせていただいたんですが、どのタイプでも塗り方は同じです。私は3番の血管タイプになるので、まずこちら何色を使うって言いましたっけ？こちらのイエローを使います。さらには自分の肌タイプに合ったコンシーラーと自分の肌より3トーン明るいコンシーラーを用意します。自分の肌トーンに合ったコンシーラーなんですが、こちらは実際にお店に行って自分の肌に近いかなって思う色を3個ぐらい持ってきて、ここら辺の頬のところにのせてみてください。で、その時に自分の肌に一番合うな、浮いて見えないな、馴染んでるなっていう色があなたのお肌にぴったりな色合いになるので、そちらを選んでください。あとは、実際に店舗に行って見に行けないっていう方は、普段持っているファンデーションと同じ号数のお色味を選んでいただくのがおすすめです。また、自分はクマが結構ひどいタイプだっていう方は、自分の肌色よりかはちょっと暗めのコンシーラーを選んでいただくことで綺麗にカバーすることができます。ではまずリキッドタイプのコンシーラーを手の甲に出して、そしてこちらの黄色いコントロールカラー、こちらを混ぜていきます。混ぜる割合としましては半々ぐらいの割合で大丈夫です。手の甲で混ぜてこうやって一回手の甲に落とします。目の下のクマを隠す時にコンシーラーを使う時にすごく重要なポイントは量の調整です。量が多いとどうしても目の下ってどんどん厚塗りになってしまって、それが目の下ってすごい皮膚が薄いところなので、それがどんどんこうシワに挟まってしまうんですね。で、結果すごい汚い状態になってしまったりとかするので、薄く重ねるようなイメージでちょっとずつお肌にのせるようにしてください。なので調整は手の甲の上で量を調整してください。ブラシはですね、できればこれよりもうちょっと細長い小さなブラシがおすすめです。私のはね、ちょっと長さが足りないので、できればもうちょっと細長いブラシがおすすめです。で、ブラシを持つときはこうやってあまり近くに持ってしまうと力が強くなってしまってどんどん厚塗りになってしまうので、なるべくちょっとブラシは遠めに持ってあげるのがおすすめです。そしたらですね、まず目のこの際のところっていうのはパチパチしてからよくシワができやすい部分なので、まず下から上に向かって塗っていくようにしてください。下から上に向かって塗ることで自然と上のあたりはコンシーラーの量が少なくなるので崩れにくくなります。上になるにつれ少量になるように重ねていきます。で、この時ですね、こうやって吐くように塗らないようにしてください。ポン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 ってトントン重ねるような感じで塗っていきます。なんでかと言いますと、リキッドコンシーラーはこうやって吐いてしまうと横に広がってしまうんですね。なのでサッってやるんじゃなくて、トントン重ねるような感じでちょっとずつ上に行くにつれて少量になるような感じでトントンって自分の肌と馴染んでるなってちょっとずつこう馴染ませてあげるような感じで塗っていきます。筆をこうやってちょっと遠めに持ってあげることでタッチが軽くなるから厚塗りにならないんだよね。で、ちょっとずつ上に行っていきます。で、涙袋も色が気になるって方いると思うんですけど、私はね、あえて涙袋は塗らない派です。なんでかっていうと、涙袋ってどんなにうまく塗れたとしてもどうしても、崩れやすい部分になるので、どうしても塗りたいっていう人は軽く本当に残ったブラシに残ったもので軽くさって塗ってあげてもいいけど、私はね、あえて塗らないタイプです。で、もし塗るとしたらこっち側、目尻側は塗らないようにしてください。塗ったとしてもこの辺あたりまでかな。こんな感じで。なんでかっていうと、この辺まで塗ってしまうと目がこうやって詰まって見えてしまって目が小さく見えてしまうんですね。だからよくアイシャドウとかもさ、こういう三角ゾーンにしっかりのせたりするでしょ。だから私はここら辺はもうアイシャドウでバーってしっかり塗っちゃうので、あえてコンシーラーとか塗らないようにしてます。で、1段階であんまり隠しきれないっていう方は第2段階やっちゃって OK。 また量ちょっとだけ取って手の甲でしっかり量を調整して下から上にトントンってちょっとずつ重ねてあげるイメージで。で、ちょっとここら辺なんか境界線があっておかしいから、そこら辺は軽くこうやってブラシで吐いて境界線を目立たなくさせちゃって OK です。で、やっちゃった、すごい固まって乗っちゃったっていう方はパフを持ってきて、これね、デイジークでくっついてたミニパフなんだけど、これはオリーブヤングで特別セットみたいな企画セットで入ってたから、こういうちっちゃいのがなければ普通にクッションに入ってるパフで OK だから、固まっちゃったところは軽くパフでポンポンってやれば OK。 あんま
りこう強くポン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 やっちゃうと、せっかくコンシーラーで隠したところが全部消えてしまうので、なんかついてるかついてないかわからないぐらい、この結構境界線がしっかりしてるなっていうところも本当に軽くね、軽いタッチでポン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 ってやると綺麗にお肌に馴染んでくれます。そしたらですね、3号明るいコンシーラーを持ってきます。手の甲に一度出してから、これはですね、2番の脂肪タイプの方も同じなんですけれども、脂肪タイプの方って、あとくぼんでるタイプの方ね、脂肪がこうやって浮き出てるんだよね。そうするとここら辺に多分線ができると思うの。だからこうやってクマを隠した後に3号明るいコンシーラーを取ってここも調整して、線の上の部分だけをブラシで叩いていきます。あくまでも線のところだけ。線はみ出ちゃうと意味がなくなってしまうので、線があるなっていうところだけこの作業が終わった後にやってあげます。なのでちょっと線あるなっていうところにポン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 ってまたね、軽くトン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 優しくやってあげます。この明るいので飛ばしてあげることによって線がなくなります。明らかちょっと今量多すぎちゃったのと、境界線がすごい不自然なので、パフを持ってきて優しく叩いてあげます。本当に優しく。目の下のクマはですね、本当に量の調整が超重要なので、手の甲でしっかりと何度もね、落としてから使うようにしていってください。もう濃く乗ったらね、修正が逆に大変なので、少量だったら後で重ねればいいだけだから、あんまり多い量は使わないようにしてください。はい、どう？こっち側が塗ってない方とこっち側が塗った方になります。こんな感じですごい綺麗にクマがカバーできましたよね。あとはですね、これが時間が経つとコンシーラーって油分を含んでいるので、どうしても消えてしまったりすることがあるんですね。なので目の下は部分的に軽くお粉で押さえてあげると綺麗に仕上がります。お粉の選び方についてはまた別の動画で詳しくご説明させていただきたいと思います。口にないん。はい、いかがでしたでしょうかって感じでね、私はこれで超目の下のクマを綺麗にカバーできました。私もね、今までは本当にただコンシーラーで隠してただけなんだけど、このコントロールカラーとコンシーラーでうまく隠すことによって超綺麗にカバーができるので、皆さんの長年のお悩みが解決できるかなと思います。これでね、分厚くなりづらく崩れにくく綺麗にカバーができますので、ぜひぜひ皆さん実践してみてください。で、皆さんのお悩みどんどん解決していきたいので、またこういうお悩みありますっていうのがあればどしどしコメントお待ちしております。また私のインスタグラムの方では韓国の最新情報とかも載せてるし、私が愛用してるコスメとかも全部ハイライトでねまとめてあるのと、韓国でおすすめのお店とかも、例えば松パーここいいよとか、眉毛のアートここいいよとかもね全部載せてありますので、ぜひいいねフォローチェックしていただけたらとても嬉しいです。今年中にチャンネル登録者3万人を目標としています。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもやってるのでフォローお願いします。그럼 우린 다음에 만나요. 안녕.